No Hate TV. No Hate TV. No Hate TV. No Hate TV.ノーヘッ TV、こんばんは。こんばんは。36分遅れで始まりました。すいません。クラックの野前さんと、早安田さんのせいということがバレちゃいました。そうですね。ノンフィクションライターの安田浩一です。すいません。今日はね、私のせいで遅れてます。申し訳ございません。言わなくてよかったんですけどね。いや、一応。まあ今なんかちょっともう佳境で、ちゃんとゲロっちゃわないとね。例のあれが佳境で、いつ出るんですか、本は。まあ来月には。なんかみんなすごい、この間のほら、先週山本澄子さんの講演会ありましたね。あそこでもみんながすごい、もう新刊が出るとか言って楽しみにされてましたけど。なんとかお答えしたいと思います。今佳境で大丈夫なんですか？はい、大丈夫です。ということで、今日は、これチョコレートです。野間さんから俺に？そうです。チョコレートいただいちゃいました。柴木隊から。柴木隊チョコレートです。はい。今日はね、はい。バレンタインデーなんですけど、血のバレンタイン。血のバレンタインデーじゃないですか。で、そのチョコレートも、まあ、ブラックチョコレートなんですけど、ブラッディ血のバレンタイン。ブラッディバレンタインなんだけど、今ね、こういうの、新中野のラーメン屋さんが、こういうアクションをやってまして、漆黒のチョコレート。要するに、このバレンタインを祝うとか言ってる奴らに冷や水を浴びせると。なぜかというと、今、ガザでは大変なことになってるじゃないかと。こういうことをやっていて、まあ、その流れで、チョコレートね、柴木チョコを差し上げました。いただきました。ありがとうございます。血のバレンタインデー。で、そのガザで、ちょっともうそのガザのことが大変なことになってるので、ちょっと最初、ざっと、しばらくやってなかったので、ちょっと久々にちょっとちゃんとやっておきたいなと思います。これはマッシブアタックという人たちが、拡散してたやつなんですけど、オールアイゾンガザ、ラファ、オールアイゾンラファハ、ってなってて、要するに今ラファハに注目しろということを、まあ、ずっとそのガザに注目しろっていうのは言われてるんですけど、とにかく今この瞬間、140万人のパレスチナ人が、死の危険に、イスラエルの爆撃による死の危険にさらされていると。ちょっとさ、そこが抜けた感じになってるよね。彼らはどこにも行くところがない。ということで、なんか、前にね、その10月か11月か、イスラエルの攻撃の話やった時に、これはまずレイシズムなんじゃないかっていう、レイシズムであるっていう話しましたよね。それから、ネトウヨみたいになんか楽しみながらやってるサディズムがあるという話もしました。で、その時に、これを簡単にホロコーストとか、アウシュビッツとかいうのは良くないんじゃないかみたいなことを僕言った記憶があるんですけど、なんかもうそういうふうに気を使ったこと自体が間違いなんじゃないかっていうふうに思い始めています。どうでしょうか？僕はまだね、安易にホロコーストっていう
文言を用いたくないという気持ちは僕の中にまだあるわけです。なんだけども、今のイスラエル見てるとそこが抜けた感がものすごい強いんですよね。そうなんですよね。今野間さんが言ったようにね、前にほらTikTok の動画を上げて笑いながら揶揄するというのをずっと私たちも放送してきたわけだけども、今私の目に飛び込んでくるのは、むしろ笑いながら殺す、そうした絵がね、どんどん視界に飛び込んでくるわけですよね。そうなってきますとね、一体イスラエルって国は何だったんだっていうところまで根本的にやっぱ考えざるを得ないようなね、気持ちにもなってしまうわけです。そうですね。あとね、なんか笑いながらっていうか嫌がらせを兵士が楽しんでる感っていうのがすごいあって、例えば食料倉庫をわざわざ破壊してみたりとか、パレスチナ人の家に入り込んで物を食ってみたりとか、ふざけてみたりとか、でそれをやりながら殺しているわけでしょ。でラファハというところはパレスチナの、ガザの一番南なんですけど、要はそこに逃げろって最初言ってたじゃないですか。北の方にハマスがいるから、住民はそこに逃げろって言ってたのに、そこを爆撃しようとしてる。爆撃しようとしてるっていうかもうやってるんですけどね。だから虐殺を懸念、これ今日のニュースなんですけど、CNN の、BBC か、CNN ですね。キャプションが間違ってます。CNN の今日のニュースなんですけど、虐殺を懸念ってもうすでに虐殺めっちゃ起きてるじゃないかというね。そうですよね。ということもあると思うんです。むしろ殺しやすい環境を整えた上で虐殺するといった、そうしたなんか絵が見えてきますよね。そうなんですよね。だからなんかちょっともう一つナチスとの違いは、これはアムネスティ、一昨日のアムネスティ、もうラファハにでも95人死んだと確認される。これも一昨日の BBC ですね。というようなこと、地図的にはこの一番南のところ、ラファフというところなんですけども、ここに追い詰めて、でこれは誰かが書いた風刺画ですけども、こういうことでしょ、まさに。いや本当そうですね。なんでそれを今世界が黙って見ているみたいな状況になっていて、このハンギョレ新聞のこの見出しがもう一番分かりやすいんですけど、140万人を一箇所に追い詰め陸海空から空爆開始って、こういうことはやってはいけないじゃないですか。でさすがにバイデンとかも、ちょっとどうなんだとかって言ってるけど、いや今更遅いよねって思いません。で全然ネタニヤフさんは全くやめる気ないでしょ。これはかなりの異常事態じゃないかなと思うんですけど、どうでしょうか。いや異常というか、さっき言ったそこが抜けたって僕言いましたけども、異常を通り越した状況だと思うんですよね。で特にねここ安全だからここに逃げなさいという形で誘導した形でね、虐殺が始まっていることが一つと、それから最近の端緒で言うならばUNRWA のね、この話するのかな、さっき後にその中にテロリストがいたという話がね、イスラエル筋から持ち込まれたことによって、一斉攻撃がさらに激化しているわけですよね。でもうここは生き延びることができるかどうかという生存の競争になってしまっている、生きるための戦いになってしまっている、そこまで追い詰めること追い詰めなければいけないのかというところにね、何か愕然とするものが感じますよね。これ絶対もう殺したくて仕方ないんでしょうね。だってさ、笑いながら売ってるじゃない。そうなんですよ。つまり人を殺すことを楽しいと思えるような絵がどんどん飛び込んでくる。俺ね、たまたまね、俺今さ関東大震災の虐殺について書いてるんだけど、例えば多くの死者が出た本庄事件ってあるわけですよ。で本庄警察署にね、まさに一箇所に集めてね、で留置場の中に閉じ込めた状態になってて、そこに群衆が襲いかかって、一人一人殺していくんだけど、裁判記録見るとね、被告たちがね、ヘラヘラしてるわけ。いや一杯引っ掛けちまったもんで、へへへとかっていう、
裁判記録にそういったセリフが出てくるわけ、つまり誰かを殺すってことの重大性をまるで感じてることはないわけね、一杯引っ掛けちまったからとか、周りの人間が綺麗と言ったからちょっと切ってみただけで殺してないって言ってみたりね、その重みがまるでないの、とことん軽くて、そして言葉も軽ければ人の命も軽く扱っているわけですよ、そうしたものと同じものをさらにもっと、大規模なものをこのイスラエルの攻撃に見たような気がするんですよね、だからその正規軍がその状況に陥っちゃってるってことでしょ、正規軍というかその政府首脳がね、だからこれは例えばナチスの時はナチと戦ってる国がいたから第二次世界大戦ってるわけじゃないですか。要するにアンティファの元祖ですよね、要するにあんなものは許さんとか言って、その日独伊三国同盟とアメリカとかがこう戦ってたわけですよ、ヨーロッパ、フランスとかもね、イギリスもそうですけど、今それもないでしょ。ないですね。だからやっぱりこのアラブ人は死んでもいいと思ってるとしか思えないな。そうですね。でも米国がね、国連が適切に対応するまで資金拠出を停止するって言ったわけじゃないですか、でそれにドイツとかイギリスとかそして日本も追随してるわけだよね。そうなんですよね。西側諸国揃ってイスラエルに、加担してると言っていいのかな。そうなんですよね。加担してますよね。これは今日の昼ですけど、僕の友達ばっかり写ってるんですけど、DJ ワンドリンクさんっていう人がね、昨日なんかもう切れて、もう明日昼イスラエル大使館に行くから適当に集合とかって言っただけで何十人も集まってるんですけど、奥に見えてるのがイスラエル大使館ですよね。もうなんかそういうなんかオーガナイズされた抗議行動とかいうよりもうそういうレベルになってくる。本当はでもここ警察ががっつり固めてるんですけど、本当はこの周りを民衆が何万人も取り囲むぐらいであるべきなんですけど、やっぱりいまいち関心が一般的にない。そうですね。政府もそうだし、政府の場合はアメリカに追随してるっていうことなんだと思うんですけど、例えばこれね、このニュースをこれ1月29日でしょ、ちょうど僕ら、群馬の森のこととかでバッタバッタだったからちゃんとカバーできてなかったんですけど、湘南新宿ラインの中とかでとかこれやらないとなとか思ったまま今まで来ちゃったんですけど、これさフェイクニュースの可能性あるんですよね。要するにつまりそのアンルワの、そのアンルワっていう国連パレスチナ難民救済事業機関っていうパレスチナ難民をサポートしたりする機関に、ハマスがいたんだということで、みんな一斉にその援助をやめた。欧米が援助をやめると、日本がすぐ追随したでしょ。で、アンルワっていうのは、これはそのアンルワのウェブサイトですけど、アンルワが続けられるようにしてくれということを、必死で訴えているわけなんですけど、国連機関ですよ。だけどその1週間後ぐらいにはもうこれはそのイスラエル要するに、パレスチナ難民救済事業機関のフィリップ・ラザリーニ代表は、イスラエルはアンルワに証拠を提示してないと。で、結局メディアにリークされたのはイスラエル情報だけであるということをもう言っていて、で、これはイギリスのチャンネル4ですけど、テロ関与の証拠は極めて証拠性に乏しい。だからこれは、カナダのあれですけど、トルドーもすぐにその支援をやめちゃったんですけど、結局のところそのハマスがいたんだという決定的な証拠というのはまだ見つかってない。これ先週の話ですね。で、これは9日ガーディアン、イスラエルから名指しされたアンルワスタッフ証拠なしに解雇されていた。これはそのアンルワの、情報なんですけど、とりあえず一旦そいつを辞めさすからっていうことになったんですけど、これ本当に証拠がちゃんと出てくるのかどうかっていうね。今日もなんかイスラエルがそのラファで地下道からアンルワ、なんかそのアンルワの関与を示す証拠が出てきたとかなんか言ってるんですけど、
もうなんかトンネルの、その地下からアンルワの、事務所の地下から、なんか地下道、トンネルが見つかったとか言ってるんですけど、まだそんなレベルじゃない。そのトンネルが見つかったってずーっと最初から言ってて、それとその防空壕があるんだから当たり前だろうみたいな話と、なんか変なベッドのある明らかに病室のところをこれがハマスの基地だとかって言って、嘘ばっかり言ってるようなことばっかり、今もそういうことをやって、それでなんか世界がなんかこう支援をやめちゃうみたいなね。そういうなんかすごいネトウヨ的稚拙なフェイクニュースみたいなのがすっごいこう力を持ってる感がするんです。だからそういうとこも含めてなんかこの稚拙かつふざけつつものすごく実際に人が死ぬみたいなひどいことが起きるっていう、いかにもこれも現代っぽいなっていうふうに思うんですけど、そもそもこのアンルワではね、ハマスが潜入してたっていう話はね、どこから出たかっていうと、これイスラエル軍とイスラエルの情報部が提供した情報なんですよね。でこれはどんな情報かというと、捕虜の自白と携帯電話の位置情報なんです。だからもう拷問してるわけじゃないですか。でしょ？その捕虜の自白ってどこまでが、それが証拠として用いることができるかどうかって、しかもイスラエル今ずっと拷問やってましたよね、捕虜に関してね。で拷問で得た、つまり過酷な拷問によるものというのが果たして正確なのかどうかということは議論があってしかるべきですし、本当に自白したのかどうかってこともわからない。すべてイスラエル側から持ち寄った情報なんですね。それからもう一つ、どうしても俺はこれは言いたかったんだけども、その UNRWA アンルワの中にね、職員がハマスに加担したと。そういうのは、アンルワってあれ1万人以上の職員いるわけですよ。そのうちの、今回名指しされているのは12人なんですよね。1万人のうちの12人なんだけども、これがハマスに加担したと。俺ね、もし自分がね、そこの職員だったらって考えるわけです。ハマスに浸水してるかどうか別としといて、俺だったら加担するよなと思うわけです。なぜならば、パレスチナに生きてる人間だとすれば。加担するって言ったってなんか支援したり、ちょっと手伝ったりとか、そのぐらいのことでしょう。そう。つまりね、シンパシーを持ってたろうとは思うんだ。つまり職員もまたパレスチナ住民なんですよね。で、パレスチナ人民っていうのは武装抵抗も含めて、イスラエル政府の殺戮と暴虐に抵抗する権利があると僕は思ってるわけです。で、ずっとそうしたレジスタンスをパレスチナは続けてきたわけです、地域の中で。ハマスがいいとか悪いかっていうのはどうでもいい話であって、パレスチナ人民は少なくともイスラエルから常に弾圧されてきた。その弾圧に抵抗するのはパレスチナ人として僕は当然の権利として有してるわけ、職員もまた市民だということ、そうした場合にね、僕は一概に責めることはできないと思ってるわけですよね。だからあともう一つはね、経済制裁とか、例えば北朝鮮への経済制裁とか、そういうことでもよく問題になるんですけども、仮に例えば問題があったとしても、経済制裁をすることによって飢餓が進んでいる場合は経済制裁を解くべきであるという議論がありますよね。で、これはノルウェーの政治家の外務省かな。アンルワ資金拠出停止は集団懲罰であると。支援継続訴え。要するに仮にもしわずかな人数がそうだったとしても、それが仮に本当だったとしても、全体の支援を止める理由にならないじゃないかということを言っています。僕も全くその通りだと思うし、結局なんか実はハマスのやつがいたとかって言って、でそれでそれは問題だとかって全部やめちゃうみたいな。これもほら、もうちょっとレベルが違いすぎるから例えていいのかどうかわかんないけど、強制連行って一言言いましたよねとか言ってツイートごと破壊してしまうみたいな、そういうこじつけ感がやっぱりありますよね。だからそういうもう結構稚拙な情報によっていろんなことが進行していて、しかもそれが殺戮であるということを指摘したい。もう僕も切れそうです。もう、なんかね、もうイスラエル人に対するレイシズムが芽生えそうです。自分の中で。イスラエル人っていうだけで。
嫌悪感を持って国家に対する怒り憤りってのありますよね。国家に対してを超えて、例えば街でイスラエル人が飲み屋で横にいたとしたら喧嘩になりそうな、そういう危険性を自分の中に感じてしまう、言いますよね、やっぱりね。だから本当は良くないことなんですけども、でもやっぱりさ、パレスチナ、フリーパレスチナとかで、プロテストをやってるとさ、イスラエル人なのかイスラエル支持者なのか分かんない人が、そういう人たちがこう文句言ってくることはあるわけですから、そういう風な構図ができつつあるような気がしてしまうんですよね。はい。ということで、僕ら本当これイライラするのは何もできないっていうこと。はい。で何もできないし、政府も何もする気がないし、みたいなところで、そのデモに行くとか、そういうことぐらいしかできることがないというのが本当イライラしますね。で、なんで、引き続き注目していきたいと思いますとかっていうこと自体が、もう、なんかのんきすぎる感じがして。いや、本当ですね。新聞が大好きな成り行きに注目する、いわゆるナルチューみたいな感じで。ナルチューって言うんですか？ナルチューって言います。つまり責任を放棄したものいいですよね。つまり、紋切り型ってことですね。そういうことです。だから、それに近いものがあります。でもそれしか言うことないんですよ。オールアイズオンラファー。だからさっきの道元坊主のように、何でもかんでも人がなんか楽しんでるところにこう冷や水を浴びせるっていうか、そういう行動がやっぱり必要なんじゃないかなっていうふうに思います。はい。ということで、今日は特集っていうわけじゃないんですよ。不愉快なサムネイルを皆さんご覧になったと思うんですけど、これね、特集ってわけじゃなくて大きな話題の一つ、というぐらいの位置づけなんですけど、杉並区議が人権侵犯、とか言って今更のように驚いてね人権侵犯そうするよな言うだろうならみたいなことはノーヘイト TV を見てる人にとっては常識かと思いますけども、一般的にはまだそう知名度も低いでしょうから、ただこれ昨日ねそういう申し入れがあったんです。人権侵犯、被害申告とこれは法務省にあるやつね。それからもう一つは弁護士会に人権侵犯、人権救済申し立てっていうのを、杉並区の3人の区民の人が、やりました、選挙広報でトランス差別これはもう一線を越えてるということで、人権侵犯被害申告と、人権救済申し立てをやったというその様子と記者会見の様子を、撮影してきましたので、ちょっとご覧いただきたいと思います。6分ほど失礼します。被害申告というか、わかりました。相談の方とかもいらっしゃる。そうか。ということです。カメラやめていただけますか。ご相談というか、一応書面で用意しましたので、お願いします。これをまずこれいかに醜悪な絵であるかということをご覧ください。こういうですね醜悪な絵を使ってですね、
自分の主張を展開すると。でそれだけではなくて選挙広報にまで使って杉並区の全戸にこれを配布するということです。これよく、とりわけこっちの絵をねよく見ていただきたいんですが、この、肩に入れ墨が入ってるんですね。これ虹の、要するにレインボーということで LGBT の、人たちの、象徴するような、入れ墨を入れ、で鼻毛を伸ばし、ひげを生やし、非常に、醜悪な、ひげ描き方をし、かつこれも犯罪者ですよね。犯罪者であって醜い卑しい人物であるというふうに、トランスジェンダーの人々が描くということは、これ到底許されない差別であると。それからもう一つは選挙管理委員会の問題ですね。こういう絵が使われているものを全戸に無条件で配布したということです。そうすると、当然杉並区の中にもいろんな性的マイノリティの方がいらっしゃいますから、そういう方にも目に触れるということで、見たくない自由すら奪われるということで、大変な重大な人権侵害だというふうに考えられております。私はトランスジェンダーでは、ありません。でいわばマジョリティに属するんですけれども、隣の人の人権が侵された時に自分の人権はそのままなのかということを少し考えました。他の人の人権が言ったら崩れるわけですよね。で自分の人権はそこの前のそのままにいるのかっていう。で他の人の人権との関係で自分の人権があるんだから、自分の人権も崩されてしまうということを考えました。田中裕太郎氏の醜悪なイラストが全区民が目にすることを前提とした選挙広報に乗ったということを重く見ます。今回この申立人の中の一人になった背景として、現時点の私の状況を考えればですね、生活は、会社員です。なので仕事は安定してあります。で、トランスジェンダーだっていうことが全ての理由ではなく、私の性格上の問題も多分にあると思いますが、自分の家族は差し当たっていないので、ただ親との関係はとても良好なので、いわゆる親族関係でとても困っているということもないです。で、友人も多いので、特に孤独を感じているということもなく、こうして会社員でありながらこういったところにこういった装いで来るぐらいですから、それほど生活の中でものすごい抑圧を受けているということも現時点で私個人に限ってはそこまで自覚はしてないです。なので私のことを考えた時には選挙広報、配布されて、私は選挙にはしっかりと行くようにしているので、どんな候補者がいるかなっていうのをしっかりと見て、でその田中候補の部分を見た時にとんでもないなとは思いました。ただそれでも今の私は切り捨てることができるんですね。一言でしょうもないなと。ただそれは私の環境がとても安定していて、なおかつ自分に向き合う時間を多分に使ってきて、今になってやっとできることなんです。じゃあこれが私が、自分のせいって何だろうっていうことを考え始めた高校生の時に、どうしていいか何も分からなかった時にそれを見たらどうだったかっていうことを想像します。でもしも家庭によってはああいった選挙候補に書かれたものを親が見て、いやそうだよな、こういうことだよなって言っているですとか、こういうやつは気持ち悪いよなっていうのを親が言ってたのを、もしその自分に悩んでる時の自分が聞いたとします。でそう思った時に、通り過ぎて大丈夫になった私がここで声を上げないと今の子どもたちを守ってあげられないっていうことを思いました。子どもに限らずアイデンティティの話なので、それが揺らぐっていうことはいくつになっても起こりうることですし、そのことによって人生が大きく左右されるっていうのはいくつになっても同じですけれども、やっぱりことさらにまだ家庭から出て自分で選択肢を持たない子どもたちがこういったものにさらされるっていうことはとても危険なことだと。そういった意味でも、こういったものを掲載したっていうことはすごく深刻に受け止めなければいけないなと思って、今回こちらに
自分の属性を明かしながらも名を連ねなければいけないなと思いました。特定の誰かを敵に想定してその敵をバッシングすることで一致団結という形のないものを作り上げて、そしてそのためには一致団結させるために集う人たちを不安に陥れる。それは決して女性を守っていることにも子供を守っていることにも一切つながっていないと私は考えています。ここにですねもう一つ椅子があって、ここに名前の書いてない紙があるんですけれども、名前は出せないけれども思いが一緒にあるよっていう方もここにいるんだよっていうことを、私たちは3人のチームでやってるんじゃないよ、もっとたくさんのチームでこうした声を上げていますということをぜひ皆さんに伝えたいなと思って、4席目にあるこの席は来ていただいた皆さんですし、配信を見てくださっている皆さんですし、今日はこういった出来事を知らなかったとしても、これから先いろんなことがある中でより皆が安心して健やかに暮らしていける社会を目指したいって思っている人、皆さんが座れる席として用意していますので、ぜひ参加者の気持ちでここに座っているお気持ちでいろいろとお話をできたらいいなと思っています。はい、記者会見のごくごく一部の映像で、これフルの記者会見は乗り越えネットのYouTube チャンネルで上がってると思うんで、それをまたぜひ見ていただきたいと思います。左から2番目に座った金正則さん、日本国籍の在日コリアンの方ですけども、の話も池田佳代子さんの話も、だいぶはしょっちゃってるので、もっといい話、特にこの番組をご覧になっている方に関係のある話をたくさんされてるんです。それはヘイトスピーチのカウンタープロテストの10年前の新大久保でそういうものを見て、今こういうことをやっているみたいな話があって、それをかなりはしょっちゃってるので、ぜひ見ていただきたいなと思うんですが、今の話にも関係あると思うんですけど、基本的に人権侵犯被害申告書とかその人権救済申し立てっていうのは、まあ今までその一般的には当事者の方がそうですよね、やるっていうのが多かったと思いますんで、これは今回のやつなんですけども、こういうふうにねこんな被害を受けましたということを、これは法務省人権擁護局、最初のビデオの最初に出てきたところで、撮影やめてくださいとか言ってたところですね、にこれを被害申告書を出してほぼ同じ文面のものを東京弁護士会に救済申し立てというのをやるんですけども、今回その特徴的なのは、その直接的な、これはそのイラストについてのみ訴えたものであって、そうすると直接的なトランスジェンダーの当事者というのは、一番右に座ってた鈴木新平さんお一人ということになります。それから金正則さんも池田佳代子さんも、そうではないと。そしてその鈴木新平さん自身も自分自身がそれによって傷ついたというわけではないんだけども、これはそのトランスジェンダーであったりそのセクシャルマイノリティであることで悩んでいる、多くの人たちのために自分は立ち上がってるんだという立て付けでした。これはちょっと新しいような気がするんですけど、どうでしょうか。そうですね、自身が被害を受けたから救済してほしい、これも当たり前の話であって、これをどんどんやるべきなんですけども、そうではなく他者の人権が脅かされているときにそれ自体が許せないのだ、そしてそれはそこに生きている一人一人の問題なんだという主張はね、多分これまであまりなかったんじゃないですかね。だからこれは非常に斬新ではあると同時に、いや僕はもっと本当にこれは必要なことだなと思いました。なぜならばこれ田中裕太郎だけの問題ではなくて、僕はいろいろな加害者っていうのが存在していると思ってるわけです。つまり例えば裕太郎もそうだけども、例えば区もそうですよね。区の選管なんかもそうだと僕は思ってるわけです。これだけトランスジェンダー当事者を侮辱、差別し、人権を侵害しているにもかかわらず、区の選管は市民から批判があったにもかかわらず対応しなかったんですよね。そうしたことも含めて大きな問題提起をしたと思ってます。だから画期的なんですけど、画期的であるがゆえに逆に通りにくいかもしれないじゃないですか。役人っていうのは前例主義だから、あなた当事者じゃないですよねみたいなので
終わらせたりすごいしそうじゃん。しそうでね。この意味が全くわからなそうな感じするじゃないですか。絶対だから、いや、絶対言ってくると思うよ。ね、つまりこれを審理はするでしょうけども、じゃあ誰が被害を受けたんですか、どんな被害を受けたんですか、みたいな話で詰めてきた場合にね、当事者性の欠如っていうものを、当然ながらこの申し立て人に売ってくる可能性も強いわけですよね。まあ、鈴木新平さんは当事者ですから、そういうことはないと思うんですけども、この、なんていうか、その役所にしろ、まあ一般市民にしろ、それから政治家、政府、行政にしろ、その差別問題は、その被害者が訴えて、それを救済するのだっていうところから発想を離れないと、絶対なくならないですよね。そう。だからそれは、もうずっとね、まあ、野茂さんたちもそうだったけど、運動が変えてきた部分でもあったわけですよね。僕は必ずしも当事者が前面に立つこと悪いとは思ってないんだけども、しかしね、当事者の運動にしてはいけないというのがね、今新しい一つの方向性で存在していると思うわけです。それは逆に言うとそれは代行主義になってしまうわけですよ。当事者に前面に立たせる。いわばこの代行主義によって、当事者が声を上げなければ何事も変わらないという状況を生み出すのはやっぱり間違ってるよね。そこに差別が行われている、あるいは人権侵犯が行われているっていうのであれば、そこに住んでいる地域が声を上げて、それを是正していくってことは、これ絶対的に必要なことなんですよね。そうなんです。だからね、例えばヘイトスピーチ解消法にしても、結局有田芳生さんとか、いろんな人が共産党の西宗平さんとかね、いろんな人が頑張って成立したじゃないですか。でその際に西田昌司さんをうまく抱き込んでやってるんですよね。そうですね。はい。でこの間の京都の選挙で福山さんが西田と一緒に万歳してたとか言ってみんな怒ってて、俺も怒ってたんですけど、なんであんなファシストだとか言って、でそうすると僕の頭の中にあるのは、いやこれはでもヘイトスピーチ解消法の時は西田さんを前面に出したよねとかって思う。でなぜそういうことになるかというと、なんでそっちは良くて京都のあれはダメなんだっていうのは、その人もしかして疑問に思ってる人がいるかもしれないので、僕が解説しておくと、こっちに巻き込むのはいいんです。ファシストとか何でも向こうに巻き込まれるのはダメなんですっていうこと。だからそのヘイトスピーチ解消法っていうのを成立させるにあたって自民党がOK というかって言わないと絶対成立しないっていうのはもう数の論理で分かってるわけですから、うまく抱き込んでその気にさせる必要があって、でその結果もちろん野党案とは違う、かなりの骨抜き度になりましたけども、少なくともヘイトスピーチは違法であると、その2016年以降ガンガン言うことができるようになったという意味で、必要な法律を成立させたと思うんですね。で、その際に、ただその時も限界だなと思ったのは、なんで西田さんが動いたかということを考えると、前もちょっと言いましたけど、あの人の事務所ね、トンクのど真ん中にあるんです。そうですね。トンクっていうのは何かっていうと、京都の東九条ですね。在日コリアンのいわゆる、その朝鮮部落ですよね。そのど真ん中にあって、ずっと前から日韓議連に入ってたり、在日コリアンと普段の付き合いがあるわけなんですね。でそうすると上から目線の人ですから、例えば貧困に陥ってるとかわいそうだから助けようみたいな感じになるじゃないですか。でヘイトスピーチ解消法の時もやっぱり川崎のチェ監院者さんとかが被害を訴えて、西田さんが人情でこんなことは許されないっていうふうに考えてヘイトスピーチ解消法に尽力したわけなんですよね。もともとヘイトスピーチ解消法、自民党丸木の乗り気じゃなかったんですね。そう。まるで乗り気じゃなかった。あれ潮目が変わったのは、川崎桜本に国会議員が見学に行ってからなんです。そうなんです。でこれはつまり被害を受けているマイノリティがいてかわいそうなんだから、なんとかしなければっていう、ある意味やっぱり上から目線の、あれなんですけど、そういう形でしか今のところ成立させることはできなかったという経緯があります。でそれをいやいやそういうことじゃなくて、差別というのはマイノリティがかわいそうというのももちろんだけども、全体的な正義の問題なんだとか言っていくら言っても理解できないわけでしょ、自民党とかに。でも言っても理解できない中であそこまでこぎつけたのは当事者の訴えというものを、が動かしたという部分があるんですよね。だけどもということは行政もやっぱりそういうふうにしか動
かないだろうし、それが当たり前と思ってるので、だから今回の、人権侵犯申し立て、被害申告で、その、申し立てられた法務省の方はね、なんで当事者じゃないのにとか、そういうことを言いそうなわけなんですよね。だから、だけども、当事者ではなくて、マジョリティこそがやるべきなんだということを姿勢として示すということ。で、それを公に示して、バンと前に出るっていうのは、やっぱり非常に重要だなと。仮にこれが認められなかったとしてもですよ。ね、神原さんは認められると思ってるようですけども、仮に認められなかったとしても意味があるし、こういうことをバンバンやっていくべきだと思うんですよね。僕は知らなかったんですけど、人権侵犯被害申告っていうのは当事者的確とかないんですって。だから誰にでもできると。だからそのマイノリティの人権が侵害されるということは、すなわち俺の人権が侵害されていることなんだということを、金さんは訴えたわけなんですけども、それは十分に論理として僕らは全然ありだと思うわけで、その路線をちゃんと突き詰めていかないと、まともな国にならないんじゃないかなというような気もします。そうですね。なんで、この路線で行くと良いと思うのですが、ちょっと待ってくださいね。画面が変わらなくなっちゃったんで、今ずっと俺が映ってます。はい。行くと良いと思うんですが、ちょっと改めて、その、被害、何が人権侵犯だったかということで、今から深い内容を見せますので、これをちょっと見てください。これね、左が選挙候補に載ったやつなんですけども、こういうものをずっとこうやってて、で、ノーヘイト TV でも取り上げたことがあります。で、田中裕太郎さんは、むしろ、去年はね、その、最悪ヘイト王に、杉並オールスターズ、ヘイトオールスターズの一人として選ばれるぐらいで、むしろ、うちの番組的には、もはや、杉田水脈クラスの大物スターということになるわけなんですよ。で、そういうことを考えたときに、改めてちょっといろいろ掘ってみたら、めっちゃ取り上げてるんですよ。で、この時のやつは、これですよね。これは、難民フェスに嫌がらせに来た時の、そうですね。で、まあ、その外国人問題、難民問題に突っ込んできたってことで、やっぱりそのヘイターっていうのは、どんどんこう、ジャンルを広げてくるな、のがやっぱりすごくわかるかなと思うんですよね。で、いつ頃から取り上げてんのかなってことを見たら。一番最初に取り上げたのはいつでしたっけね。2022年。だから、2年前。2年またぎですね。2年前っていうか、これ、遅れてきたトランスホモフォビアっていうので取り上げてるんですけど、もうこの時にこの映画登場してるんです。で、これね、もうこの映画登場してて、これが12月18日で、放送が21日でしょ。この翌日に、凱旋があって、その様子も放送したことがあるんですけど、要するにこの、要は岸本さん攻撃なんだよね。で、統一地方選の時には、ヘイト候補として、大きくフィーチャーしております。で、この時にその12月の凱旋の様子を流してるんで、ちょっと見ていただきたいなと。今、杉並区が非常にまずい状態なんです。まずい条例をあと半年もない、4月にまで、4月のうちに押し通そうとしているんだ。
同性婚とか同性パートナーシップ制度に賛成とか反対とかいうそんな次元じゃないんです。もういいですか。自分を女だと言い張るただの男が女風呂に入ってくる、そしてそのことについて文句も言えない、そういう杉並区を今作ろうとしているんです。差別だという理由を言ってください。政治人の話じゃないものを政治人かのように言って、いやいや、すり替えてますよ、あなた。いやいや、政治人じゃないでしょ。この差別だという理由を言ってください。田中さん何にも分かってないよね。すり替えずに説明しなさいよ。説明してますよ。田中さん何にも分かってないよね。これ政治人の話。何も分かってなくない。説明しな政治人の絵じゃさい。ないでしょ。この絵が差別だという理由を説明しなこれさいよ。痴漢の絵じゃん。これ百田直樹じゃん。百田直樹はどこに書いてあるんだ。これ痴漢の絵じゃんね。この絵が百田直樹なんです。今皆さんこれ百田直樹だよ、これ。これが百田直樹の絵じゃん。この方今聞きました。この絵が百田直樹です。百田直樹です。ちょっと伺うけど、この絵が本当に誰だか知らないの？知らない知らない。誰？あなた赤塚不二夫先生読まない？読まない読まない。ちょっと古いのかな？百田直樹だね。百田直樹じゃないの？百田直樹でしょこれ。そうだね。百田直樹だよこれ。みんなそう思うでしょ。お前赤塚不二夫に失礼だよ。赤塚不二夫に失礼。これ百田直樹でしょ。百田直樹がこれ言ったんだから。この人さ、この漫画の人そんなセリフ一回も言ってないでしょ。話を本題に戻すけれども。ね、赤塚不二夫はこれ書いたの？赤塚不二夫はこれ書いたの？赤塚不二夫さんのキャラクターですよ。これそのキャラクターこれ言ったん？吹き出しを書いたのは私に決まってるだろ。勝手に人のキャラクター使って自分の政治的主張してんの？赤塚不二夫を利用して。赤塚不二夫。百田直樹って言っといた方がいいと思うよ。あなた方は藤尾プロの関係者か何か。関係なかったよ。書面でよこしてください。自分こそ藤尾プロの関係者でもないのに勝手に使ってるよね。勝手に使ってるよね。だから百田直樹って言っとけばいいんだよ。百田直樹って言っとけばいいの。ただひたすらこれ百田直樹を連呼してたって言ってるだけの動画なんですけど、これなんで俺が百田直樹って言ってるかっていうと、2018年かな。そうですね。最初にお茶の水女子大学でそのトランスジェンダーを受けるって言った時に最初にもう開口一番百田直樹はこれを言ったんですよね。で、なんでそのトランスヘイト日本におけるそのトランスヘイト原説の原型というか、プロトタイプの一つなんですけど、それを結構周回遅れで出してきてるのが、その田中裕太郎の棚優ね、ということになるかと思うんですけども、やっぱりその、このヘイトでこう長くこう、もう、実績を積んできちゃってるということです。単に実績を積んでいるというよりは、その間に、中核派とか、洞口さんね、あるいはその元共産党支持者の小麦さんとかね、そういういろんな人たちの支持を、左翼の支持も得ながら、こういう言説を、まき散らし続けていると。で、今回の人権申告に至ったわけなんですけど、やっぱり長くやってるってちょっとずつそういうのを広めてるっていう、これをこうひでえなとかしょうもないなとかで放置してるとめちゃくちゃ面倒くさいことになるっていうのはもうここ10年のいろんなことで分かりきってるじゃないですか。そうですね。しかしあれですね、これは言うまでもないんだけども、トランスジェンダー差別をする人間は外国人差別もするしね、ありとあらゆる差別に加担していくんだよね。何か一つだけ突出した差別を行っているわけではなく、何か一つの差別をしている人間っていうのは、例えば外国人差別をしている人間っていうのはトランス差別もするし、性差別もするし、障害者に対する差別もするし、あらゆる形で差別を行う。つまり差別者っていうのは何でもかんでも全部手を出していくわけですよね。差別しなければならないような状況にすでにある人たちのことですから、何か一つだけを特出して差別してるわけではないんだっていうことを田中裕太郎さんなんかを見てたり、あるいはその周囲にいる人を見てると非常によくわかるような気がします。そうですね。さっきのはその田中裕太郎がこういう告知をしてたこの凱旋にみんなで行って、文句を言うっていうそういう企画だったんですけども、企画ってわけでもないか
もうだから最近は凱旋を告知しなくなっちゃいましたよね。みんながわーっと来るから。だけど、いろんなところで、この柴木スタジオの周辺のね、いろんな駅で、副長だったり、その高円寺だったり、いろんなところ、杉並のいろんなところで、凱旋の人は事後報告みたいなんで、今回も支持者の人に声をかけられて、応援してますとか言われましたとかって言ってるんだけど、実際に応援してる人が声かけてるんじゃないかなと思うんですよね。だから、こいつあかんよということを、草の根から、広めていきたいなというふうに思います。なんで、もう繰り返しになりますけど、さっきの記者会見の内容が非常に良いので、ぜひその乗り越えネットのフルなやつを見てみてください。他にゆうたろうに関して言うことあります？きっぱりゆうたろう言うてね。いや、なんかサブタイトルにきっぱりゆうたろうってついてるんですけど、これをなんかダジャレ、うまいダジャレとかってなんかチャット欄で言ってた人いるんですけど、これ田中裕太郎さんのツイッターのハンドル、きっぱり裕太郎なんで、そこからもじらせて、何から何まで嫌味っぽいっていうね、そういうスタイルでやらせていただいております。はい。次の話題。これです。これも、ちょっと事後的にずっと追いかけていかないといけないかなと、朝鮮人追悼碑を再建せよ。で、これ何かっていうと、先に動画見てもらおうかな。2月10日の土曜日でしたっけ、に新宿で撤去に反対する市民の会の人たちの凱旋があったので、その様子からご覧いただきたいと。いろいろ今ね、ごめんなさいね、テンポが悪いでしょ。今ね、聞くべきボタンが効かなくなっていて、聞くべきショートカットが効かなくなっていて、若干テンポが悪いです。今日は機械の関係なんですね。そうなんです。はい。では、これをいきます。黙祷。地震などの災害が突然やってきます。震災が起きたとき、きっと学生の皆さんの助けを必要とする人たちが大勢いるはず。29日に毎日新聞社がヘリを飛ばして上空から撮影、それを追うように朝日新聞もヘリを飛ばしてぐしゃぐしゃに瓦礫の山となった追悼碑の姿を報じました。公演は当初2月11日まで閉園するとのことでしたが、大執行を終えたので予定より早くなんと3日から開園となりました。最高裁で確定した判決は、県は追悼碑は公園にふさわしくないと判断した。なぜならこれが紛争の原因になり、公園としての機能、例えばくつろいだりとかですね、遊んだりとかレジャーを楽しむ、その機能を阻害する。だから県の撤去するという判断は適法という内容です。でも追悼碑を撤去するために公園を休みにして周辺の木を切り倒します。一体公園のくつろぐとか楽しむといった機能を阻害しているのは誰でしょうか。群馬県ですよね。それで28日に私たちは追悼碑の前でイベントを開きました。そこにはたくさんの右翼が妨害にやってきました。機動隊も出動しました。これ平和な公園と思えないくらい、おそらく群馬の森始まって以来だと思います。騒ぎを起こしたのは誰でしょう。公園の機能を阻害したのは追悼碑じゃありません。追悼碑を作った人でもありません。極右団体、ヘイトスピーチを行う団体なのです。私は許さません。日本の両親を殺した山本一太、自民党議員、大執行に関わった県職員、報道しないメディア、絶対
ます。次は山本一太が撤去される番です。ヘイトを利用して面倒くさいとばかりに撤去してろくに話し合いもしなかった件も許しません。この責任は取ってもらいます。追悼碑を再建してください。歴史の問題とマイノリティの差別の問題、そしてヘイトの問題は全部つながってます。今私たちが外見するといつも右翼やってくるんですが、これが追悼撤去問題の本質です。今ここの風景、この場所、この時間がこのヘイトスピーチの問題を如実に表してます。私たちは無力じゃありません。いろいろできることはあります。これからが始まりです。山本一太知事には記者会見の前段と後段がつながってないぞとこう申し上げたい。で、損害賠償してもらいたいと思います。あれモダンアートなんですから、価値のある芸術なんですから、損害賠償していただきたい、復元していただきたい、再建立していただきたいのが私の気持ちです。皆さんがどうお思いになるのか、どういうふうにするのかは現場でいろいろやってらっしゃる方のご苦労が大きいですから、無理やりなことは申しません。今のところは気持ちとして、私はあれは復元して再建立して、群馬県はあれを所有してた団体の皆さんに6000万ぐらい損害賠償したらいいと思うんです。ごめんなさいって言って済む話じゃないからね。国会の皆さんには行政権の内容をこんなにことやっていいのか、ぜひ国会で議論として取り上げていただきたい、そういうことを私は考えています。という感じでした。なんか後ろに変なの映ってなかった？変な水島さんが国森のね、これね、市民の会の松本博美さんがいつも右翼が来てこうなるのはこれが本質ですって言ってたじゃないですか。まさにその通りなんですけど、その通りではあるんだけど、水島さんは別にカウンターに来てたわけじゃなくて、たまたま勝ちやったっていうね。被ってて、被ってたんですけど、当然前で群馬の追悼碑のことやってるから、その話も言うじゃないですか。言及したんですか？もちろん言及するし、本当はなんか反岸田演説をやりに来たんですよ。で、ウクライナにね、お金を出すなみたいな、やつをやりに来たんだけど、その追悼碑の集まってる人たちも、半分は後ろを向いて水島さんにレイシスト帰れっていうプラカードを掲げてたでしょ。だから、そういうこともあって、当然言及するんですけど、後ろでわーわー言ってるだけで別段どうっていうことはなかったんですけど、最後のプンムルの向こうで喋ってる水島さんっていう絵がなかなか良かったでしょ。プンブルのリズムに合わせてね、水島さんがお話になるという、なかなかシュールな絵でしたね。そうなんです。それで、動画の中にも出てきましたけど、こういう、今その追悼碑が、松本さんが、これからが始まりですって言ってましたけど、その追悼碑がバラバラに撤去されて、もう意気消沈して、もう一旦なんかこうシュンとなってんのかと思ったら、もうやっぱり逆で、怒り爆発みたいな感じ
なんですよね。で、動画にも最初に映ってましたけど、ミニチュアがあって、それをいつも公園に置きに行ってる人がいるんです。置きに行ってるって置いて、持って帰るんですけども、群馬の中学生が作ったっていうミニチュアらしくて、それを新宿にも持ってきてもらって、ケースに入れて持ってきてくれてたんですね。で、要は、壊したからって言って、なんかもう群馬県はもうそれで、一段落みたいになってると思うんですけど、そうじゃないよというところが、ポイントではないかなと思うんですけど、安田さんはこの壊して以降どういうふうなことを考えていらっしゃいましたでしょうか。いや、なんかほっと胸をなで下ろしてるつもりでいるかもしれないけど、これからだぞっていう気持ちはありますよね、当然ながらね。僕はね、ツイートを紐から作るべきだと思ってるわけです。それをどこに作るべきかっていう議論が多分これから始まるだろうし、これいろんな考え方があると思うんですよ。どこに作るのか、あるいは何をすべきか、ぜひその辺僕野間さんと話をしたいなって今日思ってるんですけどね。そうなんです。だから、今日ね、その安田さんと、僕がこの話を単にニュースとして言うんじゃなくて、この後どうするのがいいのかなみたいなアイデアをこう出したいんですよね。で、別にそれはその群馬の追悼碑を守る会の人にこうやれっていう、ネット軍師的に提案する話ではなくて、もうみんなでやると。できればもう全国的なムーブメントにしたいなっていうふうに思うんですけど、そのために何をできんのかなっていうことを考えたいなと。思うんですよ。だから僕なんかはほらすぐ気が短いからさ、もう群馬県庁爆破でいいんじゃないかとかいろんなことを言ってたじゃない。でもそういうことじゃなくて、本当建設的な、まさに建設するための、何かをやるべきだと思うんですけど。いや、そりゃそうですよ。これからね、追悼碑建立の土音が各地で響くんですよ。土音がもう増えるんですかね。増えるんです。もう1個だけじゃなくて2個3個になってるかもしれませんからね。消すと増える法則っていうのそれはね、もう大事だと思いますよ。ありますよね。いろんなことを考えるわけですよ。これ、じゃあ僕はね、あえて建設的じゃないかもしれないけどね。例えば僕もまた行こうと思ってるんだ、群馬の森に。場所に、つまり撤去された場所っていうのはね、これ一つの方法なんだけども、あそこ今でも通われてる方いらっしゃるんですってね。花を置きに行ったり、それからミニチュアを置いたりっていうこと、いっそのこと、あそこをね、いっそのこと、誰もがみんなあそこに集まるようにしてね、で、あそこでもって集会も開くしね、集会っていう届け出を出た集会というよりも、あそこでもって追悼碑を悼んでね、で、様々な集まりを行ってみたりですね、つまり常にあそこに人が集まったり、常に追悼するために人が集まったり、常にあそこで大勢の人が取り囲んでしまったりという形を繰り返すことによって、追悼碑があろうがなかろうが、あの場所が追悼の場となるっていう方法だって僕は一つあると思ってるわけです。常に花が絶えない。で、花を置く分には一向に構いませんからね、常にあそこが花が置かれた状態になるということ。つまり何かがあれば、みんなで群馬の森に行って、場所で花を手向ける、そしてそこで追悼碑がなくなったことを悼む、あるいは歴史を振り返る、そうした場所にしてしまうっていうね、こっちの方がよっぽど怖いんじゃないですか、群馬県は。そうですね。だからそういう気持ちもありますよ。要するに追悼碑があった時の方が静かだったっていうことになると、まさにその通りです。何のために壊したんですかって話になるじゃないですか。それでね、あともう一つ僕法律違反がやっぱあるんじゃないかな。いや、本当その通りなんですよ。守る会の追悼碑を守る会の石田さんとかも記者会見で指摘していましたけども、行政代執行法に違反してんじゃないの？いや、これ完璧に違反してますよね。こういうことを言っていて、その行政代執行法というのをちょっとならばと検討してみたいと思うんですが、これもずっと主張してきたことではあったんですけどね。行政代執行法というのはこういうふうになってます。第2条。法律により直接に命ぜられ、または法律に基づき行政庁により命ぜられた行為、他人が代わってなすことのできる行為に限るについて、義務者がこれを履行しない場合、義務者というのは、この場合は、命じたのは群馬県、義務者は追悼碑を守る会がこれを履行しない場合、撤去しない場合は、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、
かつその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は自ら義務者のなすべき行為をなし、または第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。できるって言ってるわけで別にやれとは書いてないわけですよね。で、ポイントはここです。不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときにしかできないんです。行政代執行というのは。ということは、その公園に、追悼費があることによって、著しく公益に反することが果たして起きていたかどうか。これはもう、例えば、藤井さんという学者の人とかが、もう何度もいろんなところで書いてますけど、そもそも追悼碑はただそこに静かに立ってるだけで、それが公益を害するわけないではないかということ。これはもう守る会の人もいつも言ってることで。ですね。だけども、その右翼との戦いの場になっちゃってるから、公益に反するのらっていうのが、県の主張ですよね。だけども、それはその戦いの場って言ってもそもそも守る会の人たちと右翼が直接対決したことないでしょ。むしろ壊しますって言って壊されるその公園が閉鎖される前日に安田さんがあそこで右翼いじめをやったじゃないですか。なんだそれ。でああいうことは今まで起きてないわけですよね。そう、一度も起きてない。でだけどこれから例えばそよ風があそこでなんか勝利集会をもしやるとすると全員行きますよね。行くでしょうね。ほらもう大混乱になって怪我人とか死人とか出る可能性あるじゃないですか。まさにそれは行政、彼らが裁判の中で言った公園の静音が保たれないというね、状況がそこで生み出されるわけですよ。で、保たれないどころか、それをネタに、次、また、ややこしいのがいって、追悼碑を建てろとか言って、その公園の前で凱旋を連日やったりとか、公園の中で拡声器でわーわー騒いだりとか、する可能性がありますよね。そうすると、壊した方が、公園がわちゃわちゃになったじゃないかっていうことになる可能性あるじゃないですか。そしたら、何のために壊したんですかっていう。その公益、不履行を放置することが著しく公益に反するって言ってたけど、逆なんじゃないですか、壊したことによって公益が毀損されていく、公益が乱されるということになっていくわけですよね。そうですよね。これ本来この行政代執行法におけるね、この公益に反するってこれどういうことかっていうと、これも全てに当てはまるわけじゃないんだけども、例えば道路を開通させる、ところが開通予定の道路のど真ん中に家があって動かない、僕はその家も大したもんだなと思うんだけどね、いろんな事例見ると、ただいずれにせよ行政の側からすると、その家が存在することによって道路が開通できず、付近が交通渋滞をね、引き起こし、そのために、市民の住民の利益が著しく侵害される、つまり公益に反するからこの家を強制代執行でもって撤去する、あるいは最近多いのはね、ゴミ屋敷の問題なんですって。ゴミを溜め込む。それも家の中だけだったらいいんだけども、道路にはみ出るぐらいに様々な粗大ゴミが溢れ返って、匂いの問題であったり、あるいは非常に危険な問題、つまりゴミが積み上げられていつ崩れてくるかわからない。ここが通学路になってて子供たちが危ないとかね。そうした理由によってどうしてもゴミを片付けなくちゃならない。しかし家主は片付ける意思がまるでない。そうした時に行政代執行でもってゴミの撤去というもの、つまり行政官が中に入ってですね、ゴミを片付ける、その執行を、公益としてですね、実行すると、そういう時にこの行政代執行法が用いられるケースっていうのは最近は非常に多いわけです。ところが今回のケースって、もう僕らも何回も言ってるからもう大体聞き飽きてると思うんだけど、皆さんも、そこにあることによって何が公益に反してるんですか、ということなわけですよね。だから例えば多くの人は反対すると思うけども、その理屈としては、例えばその辺野古に基地を作るとかね、辺野古に基地を作るとか、あるいは成田空港をどうこうするとか、そういうことだってその代執行をすることによって
他のたくさんの人が空港を使えるようになりますとか、普天間から基地がなくなりますとか、一応そういう名目があるわけですよね。大義名分ですよね。大義名分、たくさんの人がそれによって便利になります、はい、生活が楽になりますっていうのがあるんだけども、今回の場合はやっぱりそういうものがやっぱりどう考えても全くないだろうと。そうだよね。つまり誰かの生存権が脅かされてるわけでもないし、誰かがそこに住み続ける、あるいはそこで生活する権利が侵害されてるわけでもない、誰かの身体に危険が及んでるわけでもない、そうですね。そして公園が別に騒がしくなってるわけでもない、その通りです。公園が騒がしいのはたまにそよ風が来て、わーわー言うっていうだけのことで、それもまあ片隅ですから別に勝手にやらすときはいいことだし、それがうるさいって言うんだったらそよ風を立ち入り禁止にすればいいじゃないですか。でもそれもできないんですよね、本当はね。なぜかというと、公園は別にそういう政治的主張をしたっていいところですから、その大原則に例えばそよ風がそこでわーわー言って、それに対して、強制連行を、反省して追悼する人たちが追悼をやるっていう、その2つのことが並行して起きていれば、これは、全くその偏った政治的シンボルにはならない、逆ってことになるんですよね。そうですよね。だからそういう意味でその公益認定があまりに恣意的で、現実的に何にもないので、これは行政代執行法違反であろうと。で僕こういうのってどういうふうに訴えるのかよくわかんないんですけど、国賠にやっぱりなるらしいんです。だからそれがまず違法なんじゃないかなということと、もう一ついくつか僕違法じゃないかなと思う点があって、これぐらい違法なんじゃないかなと思うんですよね。例えば今の言ったのはその代執行法第2条ですよね。それから政治的集会の制限、これそもそも政治的集会というかそういうふうにならないように気をつけてくださいねっていう、その一方的に例えばこの場合だと北朝鮮だとかそういう国の主張をそのままそこで言うようなことにならないように気をつけてくださいねってことで、はーいとかって言って、まあその時はその場に追悼碑を立てることがまず重要だから、それぐらいはまあいいだろうってことで折れたんですけど、やっぱり政治的云々っていうことをあまりにも恣意的に何でもやってきすぎるので、もう今後はそういうのはもうNG にしないといけないなと。実は公民館とかでも政治的目的では使えませんみたいなとこいっぱいあるんですよね。そうですね。でも実際にはそこで集会とかやってるんですけど、そもそもそんなことを行政が公共の場所を使うにあたって禁じたりしていいのかっていう根本的問題がありますよね。でこれ違憲じゃないっていうことをやっぱり言いたいわけですよね。でもう一つ追悼碑自体をバラバラにしちゃいましたよね。でこれ中澤さんがおっしゃってましたけど、アート作品ですよね。そうです。で建設には570万円かかったけども、アートとしての価値はそれをはるかに上回るものじゃないですか。であれは所有者は守る会なんです。守る会がお金を払って建てたものなので、それを勝手に壊して3000万円払えとかいうのは論外で、器物損壊じゃないですかって。そういうふうなことが、だってなんかそうなんでしょ。なんか例えばどっか車を勝手にレッカー移動したり何々する時も壊したり傷つけたりしたらダメっていうことになってるじゃないですか。確かに法律に違反してるからっつって、何でもやっていいわけではないっていうのが、そのうちの国の我が国の法律ですので、人のものを勝手に壊したらダメなんだよね。だからそれを撤去するっていうんだったら撤去してその形のまま持ってこないと、器物損壊になるんじゃないですかっていうことを、この辺もその法律家の人に詳しく、今僕らが喋ってるのは法律家に聞いた意見じゃなくて僕らの思いつきなんで、僕らっていうか今これは僕の思いつきなんで、こういうのでまず群馬県がやった行為はまず違法であると。それからまあ
新須子さんなんかも言ってますけど、これヘイトクライム、差別扇動であるからヘイトクライムであると、違法行為である上にヘイトクライムであるということで、かなり重大な犯罪のような気がするんです。いや、そうですよね。まずこの政治的集会の制限という問題はとても大事だと思ってて、なぜ僕はこの憲法21条にピクッと脊髄が反転するかというとですね、あれはいつだったかな、2014年になりますかね、2014年に僕スイスのジュネーブに行きまして、国連の人種差別撤廃委員会を傍聴したわけです、取材に行きまして。でその時はまだヘイトスピーチ解消法ができる2年前のことです。ただし2014年っていうのはそれこそヘイトデモなんかが2013年ぐらいに大盛り上がりしてですね、様々な問題が指摘された時期ですよ。その時に日本政府の代表団は、いわば各国の委員からフルボッコ状態になるわけです。それなぜかというと、なぜお前の国ではこれだけヘイトデモが相次いでおきながら、法的整備ができないのかという批判だったわけです。でこれに対してね、日本政府代表団はね、なんで答えたのか、2つ答えたんです。法的整備ができない理由を。一つは、我が国には深刻な差別が存在しないって言った。そしてそんなことないでしょ、真ん中深刻な差別あるし、何もそれ以前からね、ブラック差別も何も解消されてないわけであったわけです。でもう一つの理由、法的整備ができない理由、ここで持ち出されたのが憲法21条だった。我が国には表現の自由が存在するんだと、これを脅かす、直接的に表現の自由を脅かすような憲法が存在する以上、直接的に表現の自由を脅かすような、制度、法整備はできないんだと、いうことを言ってるわけ。まさに本当は持ち出したのは憲法21条なんですよ。それで、その政治的発言は、強制連行は政治的発言だから、その言ったやつがいるので罰としてお前の持ち物を破壊しますって、これはヤクザじゃないですか。いやまさにそうだよね。ヤクザっていうか嫌がらせじゃないですか。嫌がらせですよね。だからそんなことが普通に、まかり通っていいわけがないので、なんかそういう法的にこれ多分違法行為ですよっていうことを、言う必要があるのと、で違法行為であるからには責任を取らないといけない。特に行政ですから、責任を取る必要がありますよね。でどういうふうな責任を取る必要があるか。だから俺のアイデアは、理想としてはまず追悼碑を再建する、どこに建てるか。俺も決まってる。俺はどこ群馬の森でしょ。群馬の森のもっと真ん中人の目につくとこね。そう入り口ぐらい。今までだってさ、群馬の森で追悼碑したところでさ、あれ何も知らない人を探すのに苦労したと思うよ。探せない案内板も出てないから。あんな端っこの方でね。だからそうじゃなくて、ど真ん中。美術館の前あたりとかさ、でっかい中央に広場あるじゃない。広場とか、あるいはなんか昔の陸軍の施設だった頃からあると思われるなんかロータリーがあるんですよ。ある。ロータリーね、いつからあんねんろと思って家帰って今昔マップで調べたら、かなり1930年代ぐらいからロータリーあるんですよ。ロータリーの真ん中にね、それこそ木を切って建てるとか、それぐらいのまず必要があると。でさらにそれを建てるにあたり、当然費用は群馬県の負担でそれから中澤さんも言ってましたけど、そういう壊したり、いろんな手間や精神的な苦痛を与えたことに対して損害賠償を請求。中澤さんは6000万って言ってたけど、僕2億ぐらいでいいんじゃないかと思うんですよ。だからそれぐらいのことをやって、完成かなと思うんですよね。でこんなんて政権が変わったりまともな政権になったりとかすると、仮にそんなことがあり得るとしてよ、日本で今もう野党もさも立憲もなんか全員右寄ってるから、あれなんだけど、時間が経つと分かんないので、まともな政権になると可能じゃない。
そもそもこれが立ったのだって90年代の95、6年、5年ぐらいまで戦後50年の時に日本が一時期かなりまともな感じになって、その加害の反省をするっていう話がいろいろ流行った結果、こういうのが立ったわけでしょ。で、それをもう20年、立ててから20年で保護にして、強制連行とかなかったですとか言って、いや別になかったって言ったっていいですよ、別に政府がね。もうその、別に100歩譲って言ったっていいけど、あったっていうことに対して、そういう経済的なダメージとか、精神的なダメージとか、そういうペナルティを与える権限まではないじゃないですか。だって表現の自由がありますからねっていうことでしょ。そう。世界に向けて憲法21条があるわけだから、我が国は表現の自由が侵されてはならないって堂々と宣言したのは日本政府ですよ。そうですよ。だからそうそう、だから強制連行だって政府見解じゃん。で、なんかいつの間にかそれはなんかもう強制連行って言ったらダメみたいな雰囲気になってるけど、もう、だからもっと言いまくるべきだと思うんですよね。だから、むしろ強制連行って、今までその強制連行を書き換えた日とかあるじゃん。今度はだから、例えば柳本飛行場とかね、松代大本営とか、今度はややこしいのが、俺らのような、ちゃんと強制連行に戻せよっていうことを言うべきだと思うんですよね。だから、両国の件でもそうですけど、両国の横上町公園で小池百合子がいらんことをしたために、関東大震災の虐殺の実態がものすごく掘り起こされて、ノーヘイト TV はもう1ヶ月に4回もやるしみたいな状態になって、なんとなく思ってたより映画もできてね、福田村事件思ってたより全然ひどいじゃないかみたいな話になったじゃないですか。だからやっぱりバックラッシュに対するバックラッシュとして、そういう風になっていかないといけないと思うんです。で、それはやっぱりもう、追悼碑を守る会とか現地の人がとか、もうそういう問題では一切ないなという、みんなでやるしかないっていうか、そういう流行を作っていくしかないですよね。そうですね。だから今大きなビジョンを語ってますけどそれぐらいの勢いでやらないといけないんじゃないか。で、まずでもあくまで県庁を爆破するとかそういうことではなくて、あくまでまず群馬県のやったことに現行法上の法的可視があったんですよということをまず明らかにしたいなというふうに思うんです。で、それが非常に重要な気がするのと、あとはそれはもう運動ですよね。もう過去よりも過去をはるかにしのぐ広範囲なムーブメントによって、追悼碑を群馬県に建てろよとか言って、それはもう群馬県民の一田を選んだ群馬県民の責任として税金で負担しなさいっていうね、そういうことを、だからやっぱりそれもやっぱり群馬県の一般の人も全然関心がなくて、多分そんな反対じゃないって人もいっぱいいると思うんですけど、やっぱ関心がないっていうこと自体がこういうことを招いてると思うんで、そういうことも含めてなんかもう全員一回反省みたいな感じにしていかないといけないんじゃないかなと思うんですよね。そうですね。だから僕はね、原発じゃないけども、1号機を群馬の森に置いてですね、2号機はね、僕はいい場所を見つけたんですよ。どこ ?2 号機は。どこでしょう？追悼碑の1号機、2号機って言ってるの？追悼碑1号機は、群馬の森の中央の広場。でもね、倍返しですから、もっとやらなきゃいけないわけです。2号機をどこに置くか、いい場所見つけたんですよ。県庁前の芝生の広場。県庁前の芝生、あれだけ広いスペースがあって、あそこには群馬が誇る群馬ちゃんがいるわけです。群馬ちゃんの置物があるわけですよ。いいですよ、置いたままで。で、群馬ちゃんの隣にですね、この追悼碑を置くことによって、これは群馬世界から見てえらい高く評価されると思いますよ。僕は群馬のイメージアップを図りたい。っていうかね、普通は追悼碑ってそういうところにあるでしょ。役所の前とかね、でそういうところにあるべきじゃない、で本来はそういう公的な場所にちゃんと作るべきものが追悼碑なわけですから、まずもうだからどんどん遡っていったら、いろんなことで譲歩して
努力してきた人たちのね、その譲った部分っていうのはもう一切批判なんかしてはダメだと思うんですけども、あくまで、原則にのって考えると、そもそも追悼碑を建てるって言い出したのが市民運動っていう時点で間違いじゃない。まあそこは間違ってたんだから改めるんなら改めるでいいとしましょうよ。そしたら改めるんならいいんだけど、さらに次の間違いはそれを市民運動の金で建ててることですよね。いや自分で出せよと。国や県の金で。で出す必要がまずあったでしょ。この時点でまずその貸しが2つあるわけです。はい、でにもかかわらずなんか気に入らんこと言ったから壊しましたとかってもうそのヤクザ以下でしょ。ヤクザだって金借りてないやつから取ったりしないじゃないですか。だから金借りてないやつから取ったりしないし、むしろ貸してる人間をその殺すみたいな下道中の下道でしょ。だからそういうことを原則なんかみんなね、なんかその政治的に、特にその大人であればあるほどまあまあしょうがないけどよく頑張ったみたいな感じで、よくうまいこと剣を、まあさっき俺が言ってたヘイトスピーチ解消法の話でそうなんですけどっていう話なんだけど、原則に立ち戻れば、何から何まで守る会とか追悼碑を一生懸命その調査だって本来国がやるべきことじゃない。その聞き取り調査とかね、一生懸命市民が手弁当でやって、その成果として追悼碑を作ってって、何一つとして、貸しばっかりですよ、行政とか国に対して。だからそれに対して破壊で応えるっていうのは喧嘩売ってんのかっていうことにしかならないんですよね。だから喧嘩売ってんだったらこんなん買うたらいいんですよ、僕らがね。そんなもう俺群馬県に何の関係もないけど群馬県に喧嘩売られた気持ちになってるんですよね。だからそういうことがやっぱり大事かなと思うんですよね。まあだからこれはだからまああくまでも僕ら思いつきで言ってるアイデアとも言えないようなまあよた話なんですけど、でもなんかここから何かのアイデアが生まれたり行動のヒントになったりとかしたらいいかなと思うんです。僕もそう思いますよ。必要なのは懲罰的な現状回復および増設であって、懲罰的な行政に対する懲罰ね。そう行政に対する懲罰的な意味を込めた懲罰的な現状回復と、および懲罰的な増設っていうものが当然必要になってくる。僕はね、まあいろんな考え方あると思うし、どういう落としどころかを探ってるっていう動きももしかしたらあるのかもしれないけども、どこか目立たないところに私有地を設けてそこに置くっていうよりもね、まずは模索してほしいですよね。だって追悼碑が置かれた時、手のいわば追悼碑を公有地に建てる全国でも初めてのケースだったわけ、そこに意味があったわけですよね。その意味を喪失してしまっては追悼碑の本来のやっぱり精神っていうのは僕は生かされないと思うわけ。しかしさ、俺なんかだんだん話してきてムカついてきたんだけどさ、追悼碑ですよ。つまり亡くなった方の霊を悼んでるわけです。忍んでるわけです。で、そこに未来を誓ってるわけですよ。右翼ともあろうものがさ、しかも保守と自認する者たちがさ、ここまで死者を冒涜するような行為していいのかねと思ったわけよ。あいつらさ、だって靖国でちょっと騒ぐだけで怒るじゃん。だから、なんていうかな、それは安田さんは分かって言ってるんだと思うんだけども、真の右翼とはみたいな論理に絡め取られてしまってると思うんですよ。だからね。右翼というのは、卑劣なことしかしないバカ。いや、違う、そうなんだけど、右翼っていうのは、むしろね、人の死とか痛みとかね、痛むってお祈りするね、そこを利用することによって、いわば、ナショナリズムにくっつけていくっていうのが一つの回路として存在したわけですよ。それすら放棄してるわけでしょ。つまり右翼としての芸を放棄してるわけ。そこで。単なだからその芸すら放棄してしまったところに、僕は今の右翼全然ダメだと思ってるわけ。人の死をね、冒涜するなっていうのは、僕こんなん最初から信じてませんよ。右翼がそんなこと言うわけないんだから。つまり、そんな芸もなかったんじゃない？いや、だから今までは、芸はあったよ。芸を持つやつはいたし、芸を持って。言ってるだけで。いや、言ってるだけよ。だから違う。だから芸だから。そこは全然なんか魂なんてこもってないわけ。その芸すら放棄してしまったってるところに、本当ダメさ加減が出てるなと思ったの。
だから靖国を本当に進出してるんであればね、だいたいそもそもね、キンキラキンのブレスレットつけてね、ごっつい指輪はめて靖国行進してるコスプレ親父とか、右翼団体なんで僕まるっきり信用してないわけですよ、キンキラキンのブレスレットに、だったらまだいいけど、ラブドールとかね、そういう世界じゃん。だからサブカル、でもあれこそが真の右翼でしょ。変なだからあれが真の右翼なんだよ。真の右翼なんだけども、ラブドールにせよね、そこには建前ってもうあったわけですよ。なんか、亡くなった兵隊さんをみたいなね。だからもうそれすらなくなってるわけで、そうなってくると、もう、右翼とか何ぞやという話をしたいんではなくて、もうそうした人間の死に対する、形だけの建前上の姿勢すらもう欠落してってるっていうところが、もう本当にダメだなと思ってるわけですね。そうですね。おっしゃりたいことはわかるんですけど、右翼ってそもそもすぐ暗殺とかするやんみたいなのがあって、なんかテロを左翼のがメインと思ってるやつが本当に多くて、ネトウヨって、ものを何も知らないからね。だからテロといえば右翼でしょうが、あんた515事件も226も山口大手もみんな右翼じゃないですかっていうことを、でもテロもやんないと思うんですよ。その人の命の建前、命を悼むという建前も捨てたと同時にテロもやんなくなったと思うのね。だからこの間群馬の森で安田さんがいじめた右翼で、俺と一緒に喫煙所でタバコ吸ってた右翼が襲っても来ないでしょ。だから全部がなんかやっぱり右翼にいくらもわーわーとバカにしたり文句言ったりしても、例えば家の前に来てね、なんかこう襲ってきたりとかする心配っていうのが全然ないんですよね。これはどうなのかなって時々思うことはありますよね。いやだからそれはさ、戦前の右翼はね、一人一冊っていうスローガン掲げたわけですよ。それは決命伝であったり、515の時もそうでしたよね。でもそれってもう戦前で終わってるんだよね。でもちろんその後山口音也とかいろいろあったかもしれないけれども、しかしそれはもうすでに今の右翼は一人一冊なんていうスローガンは掲げることはないし、そこを振り返ることもほとんどないと思うんですよね。で余談だけどね、この間東アジア反日武装戦線の話をちらっとしたじゃないですか。であの時一番最初にパクられたのが狼部隊ですよ。でその狼部隊っていうのは全員が青酸カリ入りのペンダントを身につけたわけです。みんな警察に取られてしまうんだけども、斉藤のどかさんっていう人だけがそのペンダントに入った青酸カリを口に含んで亡くなったわけ。この話しましたよね。でいわばこれを、あの時のあの行動を唯一評価したのが、決命団の生き残りの小沼忠さんだったっていうね、そういった話もあるぐらいですけども、それは極めて稀な例であったわけで、今の右翼はね、一定制定霧島霧島って叫ぶだけですよね。やっぱりさ、僕らさ、右翼がとかって聞くと言う時に、例えばその野村修介とかね、鈴木邦夫とかね、そういうものをまず一つのあるいは三島由紀夫でもいいけど、そういう人たちに比べて今の右翼はみたいな話になっちゃいがちじゃない。だけど前から言ってるように右翼じゃないですからね。鈴木邦夫も野村修介ですらそうだと、俺右翼じゃないと思うんだよね。右翼と言われること嫌ってましたからね。例えば日本ロマン派なんて言い方してましたからね。そうだから結局そういうなんかその弱者の痛みが分かるような人は右翼じゃないんだなっていうのが最近のもう僕の結論で、だから野村修介の本をやっぱり僕すごく読んだし、その影響を受けてるんだと思うんですよ。で今君に牙はあるかっていう本があったでしょ、野村さんの。やっぱそういうのにすごい影響を受けてるから、最初は10年ぐらい前まではもう昨今の右翼はもうとかみたいなことを俺も言ってたと思うんですけど、鈴木邦夫さんを見てて、その乗り越えネットのあの人共同代表じゃないですか。で右翼の鈴木邦夫がとかって言ってるけど、この右翼要素が何もなくないですかって思うようになって、天皇っていうだけでそれ以外は全部右翼要素ないなと思ったんですよね。で普通の人権派、その反戦平和勢力だし、あるいはそのほらなんだっけ、沖縄でさ基地反対運動やってた右翼の女性いたでしょ、中村みどりさんとかもうやっぱりその格好が大服で右翼なんだけど、
僕一回も右翼と思ったことないです。で、その右翼に対して右翼と思ってないとか言うと、右翼の人はもちろん気分が悪いじゃないですか。ハリア大好きもそうなんだけど、気分が悪いから、まあ悪口になっちゃうんだよね。あなたは右翼ではないとか言って、俺は右翼じゃって話になりますけど、もうその右とか左とかどうでもいいって、ここで初めてそういう話になるわけですよ。だから、例えば人権に関して何か例えば原発に反対する人右翼じゃないですよ。俺の単純な。原発がいろんな一般の人の被害を生んでね、次世代にもいろんな禍根を残すというようなことを真面目に考えて反対する人は、もう右翼じゃないっす。右翼っていうのは原発マネーでどんだけ儲かるかみたいなことしか考えない人のことを右翼って言うんだなっていうふうにもう俺は理解したので、右翼も原発に反対しているという物言いがある時からもう俺一切しなくなりました。右翼じゃないからそれは。で、多分初期の柴木隊に新右翼いっぱいいたじゃないですか。全員右翼じゃないから。自分らは右翼って言ってんだけど、全然あなた人権派ですからって、柴木隊に入ってるんですからね。っていうようなことをも考えたり。でも俺はね、もう少し俺の方が協情主義的だから、俺ははっきりと天皇主義者と日の丸を大好きな人々の広告士官とは一線画しますよ。確実に。俺はね。まあね、だから広告士官っつっても鈴木さんのさ、言ってるのってさ、いや、鈴木さんは日の丸の君がの強制にも反対したから。反対してるし、反対してるから、全然それはあれですけども。爪はみこといやさかって言ってるだけで、実質的に別に、もうそんな右翼思想じゃない普通の。右翼だからって言うんじゃなくて、広告士官そのものを僕は嫌悪してるので、一線を画すってことですね。広告士官ね。はい。右翼だからっていうんではなく、爪はみこと伊佐会もそうなんだけども、広告士官とは確実に一線を画したいと思ってるわけです。そうですよ。だから俺もそう思うんだけど、広告士官的なものを持ってるからといって、原発に反対してたら、もう俺は右翼じゃないな。広告士官の方がむしろ、俺の中でどっちでもいい要素になっちゃってて、というようなことを、なんでこんな話になったのかな。群馬の森をどうするかみたいな話ですよね。だから右翼も取り込んで反対運動みたいなことを言う人が出たらあれなんで、あらかじめ言ってるけど、右翼とかも無視で関係ないんで、そういう奴らはどうでもよいので。でもとにかくね、県庁前と、それから、群馬の森と、そこに僕は、大きなね、追悼碑が、これまで以上に大きな追悼碑ができたらいいな。懲罰的な、そう。懲罰っていうのが。はい。懲罰的現状回復。いや、だからやっぱりそうね、罰したいんだよね。で、こういうさ、罰を与えたい感情みたいなのを忌避する人が多いと思うけど、リベラルとか左翼とか、重要だと思うんですよ。特に行政とか権力に対しては。権力に対しては僕いくらでも懲罰を与えていいと思ってますからね。だから、革命家の思想ですよね。いや、ちょっとごめんね。人民裁判的な発想じゃないよ。革命、人民裁判なしに懲罰を与えることはできないですからね。はい。安田革命理論が出たところで今日はこの辺りで終わりたいと思います。で、もう一つ、懲罰的社会運動の告知だけやって終わりたいと思います。はい。これはまさに人民によって罰せられている、普段罰せられている渡辺健一さんという人がまたいちいち蕨まで出かけていってね、ヘイトデモをやるらしいんです。それで、それに対して懲罰を与えたい人たちに集まろうというふうに呼びかけている次の日曜日ですね。なんかね、クルド文化協会の前をデモで通るらしいんです。そういうマイノリティ施設を狙ってるということで、出動すべき案件だと思いますので、これもし近くの方お時間のある方ぜひ。僕ねこれもね多分綿研でしょ。綿研となんか日進会なんだって。日進会というのは菊川明美さんのね。で、多分5人とか10人ぐらいのしょぼいデモで警察がすまきになってると思うんですよ。前に僕らが川口でひどいことをして第一党のデモが中止になってこう警察がすまきにしてると思うんで、道を歩くときはもうほっといていいような気がするんだよね。みんながこれ別に追っかけたい人は追っかければいいと思うけど、無理して出発地から追っかける必要とかなくて、クルド文化協会の前のあたりにずっと待ってればいいと思うんです。
でそこで反対の声を上げるところをクルドの人とかに見せれば、そのことが一番カウンタープロテストとして楽して意味があるような気がするんだよね。なんか全部付き合う必要ないんじゃないかな、なんていうことも、もうこれも勝手な外からの意見として聞いていただきたいんですけど、そういうようなよくね銀座の時もそうしてたんです。ああ、そうですね。銀座のなんか奥地から出てくるけど、別にもうそんな銀座のやつ別にマイノリティじゃないし、人も歩いてないからほっといて、なんかあそこのなんだっけ、すきや橋交差点で待ってて、通り過ぎたらわーとか言って、またその後通り過ぎたらほったらかしてそのまま帰るみたいなね、そういうやり方も過去にあったので、楽したい人は、でもそのクルド文化協会の前っていうのは、非常に絶対に外してはいけないポイントのような気がするので、そういうことを考えながらなるべく楽に効果の高いようなことをやればいいんじゃないかなと思いますね。まさに懲罰的人民包囲網でも懲罰を与えるわけですよね。渡辺謙さんずっと懲罰されてますけどね。はい。ということで、今日はこの辺りで終わりたいと思います。なんかショートカットがうまく動かなくて、いろいろうまくテンポが悪くなっちゃいましたけども。はい。はい。で今日はねスタートも遅れて申し訳ございませんでした。すいません。これも安田さんの本を作るためでございます。はい。ではそんな感じで今日は終わりたいと思います。ありがとうございました。これ